トランプ大統領と CC ウェイ会長の会談。気になるのはトランプさんの関税ですよね。100% の関税という話は。大家好、今回は台湾ニュースをジョエル福澤さんと深掘りします。ジョエルさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。台湾の半導体大手 TSMC の CC ウェイ会長は3月3日、アメリカのトランプ大統領と会談し、アメリカへの追加投資として日本円でおよそ15兆円を投じることを発表しました。台湾 TVBS のニュースです。最近有点生活有一点当然紧张了。这么短的时间见两位总統。記者会見では TSMC がアメリカでの投資を進める一方で、台湾国内の生産ラインも引き続き拡張していくことを強調しました。美国的1000亿会不会影響我台灣11個生產線的前進呢？不會，我們要繼續幹，因為還是不夠。この発言に対し一部からは誠意があると評価されたものの、政府関係者の間では発言が多すぎるのではないかとの懸念も浮上。 CC ウェイ会長は1月の時点でアメリカ工場の設立が涙を流すほどの試練を受けたと語っていたものの、今回の会見ではそうした困難には触れず、市場の不安を払拭することに注力しました。しかし市場の反応は冷ややかで、会見後には TSMC のアメリカ予託証券 ADR が急落。7日の台湾株式市場では TSMC の株価が一時1020台湾ドルで取引を開始したものの、その後下落し、終値は1005台湾ドルと前日比で横ばいとなりました。台湾の主要株価指数の加権指数は 139.36 ポイント下落しました。一方、アメリカの報道では TSMC の追加投資が発表されたものの、トランプ政権内では依然として TSMC や台湾の半導体企業に対する最大 100% の関税を課す可能性が検討されていると関係者が指摘しています。トランプ大統領の今後の決定は半導体業界に大きな影響を与える可能性があり、各方面から注目が集まっています。ジョエルさん、はい、トランプ大統領と CC ウェイ会長の会談、なぜ行われたんでしょうか。今トランプ大統領の方が一番関心するのことは、半導体がいつかアメリカで全般的で帰りますということが考えしますなんですよ。で、まず一つは半導体がもしアメリカに戻らなければ、軍事用途の武器とか戦闘機とか精密の半導体の政策はアメリカが全般的で把握できないならば、国としては国家の安全の一撃ということがありますなんですよ。それが一つ。もう一つは半導体の方が台湾の TSMC の方が世界の中に割合の方が一番高いですから、もちろんリスクの分散するのことも考えしましたので、トランプ大統領が、CC ウェイ、会長の方がホワイトハウスで呼びかけるということがもうあります。こちらなぜ台湾市場の反応は冷ややかだったんですか。私個人的な観察としては、やっぱり台湾の場合は今国家の安全保障ということがもう考えしますので、アメリカに対して疑問を持っているという警戒心を持っているの人もいますなんですよ。だからこの方々の台湾で人事作戦ということがやってますので、気持ちとしては落ちるということがあるんですよ。ただし私の考えことは、もう今回 CC ウェイさんが台湾の総統府頼清徳総統と一緒に記者会見やってるの方が、市場関係者の方にアメリカ行くても台湾の半導体の強さがアピールしたいと思います。気になる日本への影響ということですね。現在ジャスムの第2工場建設中、そして第3工場の行方も気になるところですけれども、どのように影響すると考えられますか。そうですね。私の観察としては、CC ウェイさんがトランプ大統領にアメリカの投資の金額としては1000億ドルというのは結構大金なんですから、日本とかドイツの方が、工場建設中のことはもうちょっと時間が延ばすかもしれないですけど、特にドイツの方はもう多分これからやるかやらないかもう今ちょっと懸念材料がありますなんです。ただし日本の場合は
今のところが、第二工場、熊本第二工場もう始まりましたので、第二工場のスケジュールとしては、多分影響がないと思いますが、ただし、2030年で第三工場のことは、これから先の方がもうちょっと不透明と思います。今、アルサナの方が始まりますなんですけど、これから、どのくらい、TSMC の方がアメリカで先進半導体生産するだけでじゃなく、R&D の方もやってますなんですという話があるんですよ。ただし、これから具体的なスケジュールはね、全然、まだ喋ってないなんですよ。それで、台湾で、来清徳総統の話し時も全然喋ってないなんですけど、一つが分かるの方が、シシウェイ会長の方が、今、先進半導体の注文のことはもうたくさんがありますので、今、生産がもう追いついてない。ということは確かになんですよ。今年でも来年でも再来年でも、今またなんかいっぱいいっぱいでなってるから、もっと多めの工場が欲しいということも話しましたので、だからもう具体的なスケジュール、今どのくらいが情報はまだ入っていないから、もう何とも言えません。涙を流すほどの試練を受けたと語るぐらいですから、はい。かなり困難を極めそうですね。お金は決まっているものの、工場の、例えば増設とかっていう話になっていくと、また困難を極めそうかなというふうに思いましたけれども。一つの、半導体の工場を建設するということは、まず土地が必要だし、人材も必要だし、それでもちろんエネルギーとか、もうやっぱり水処理のなんか問題とか、いろいろな問題がありますので、だから国の全般的なサポートをしないと多分いけませんので、もちろんアメリカも同じし、日本でも同じし、台湾でも同じですから、いろいろ調整とか調達しないといけませんので、今のところが、TSMC は、何かやってるとか、どこかやってるとか、もう苦労がありますので、だから、私もシシウェイ会長の話はね、よく感じますので。気になるのはトランプさんの関税ですよね。最大 100% の関税を課す可能性が検討されているということですけれども。それが面白いですよ。100% の関税という話は、シシウェイ会長がホワイトハウス行った後、トランプさんはあまり喋ってない。一つは、トランプさんのやり方、よくわかるんですよ。関税は武器ということで考えしましたので、だから武器はね、やっぱり使うのツールですね。そういう感じですね。台湾で半導体の関税 100% を徴収するという話は、TSMC はアメリカに、新しい工場を作るか作らないかまた言えませんので、だからその時はやっぱり台湾政府側の方に圧力かけるということがあるんですよ。だからこういうかけるのことがあるんだから、TSMC は1000億ドルでも投資やりますし、それでもうやっぱり工場とか R&D のセンターの方もアメリカで作りますから、その後はね、完成 100% という話はね、言えないですよ。それも一つの理由は、台湾はアメリカ輸入するものはちょっと少ないで、台湾から、半導体の輸出、アメリカに輸出のものが多いから、台湾政府側は、要するに大清徳さんの方が大量のアメリカの戦闘機とか武器とか、それ買うだから、そういうバランスも取りますので、だからその点に対しては、多分トランプさんが多分やや納得しますので、だから今のところは完成 100% はあまり言えません。あとはその一つの企業が外交戦略に使われるということもかなり驚きだったというか、TSMC という企業の強さを感じますね。台湾の。そうですね。台湾も土地という広さがもうほぼ九州と同じですから、台湾という国はね、もう結構実在の国だから、だから、こういう企業は国の運命も左右しますなんですよ。だから、今のところみんなもうたくさん注目しますので、私の立場としては、もうやっぱりもう一つは台湾人ですから、やっぱTSMC の今までやってることはね、本当に感謝しますなんですよ。で、ちゃんと国の守りますので、これで逆に、これがもう日本よく喋ますので、経済安保で喋ましたので、だから経済と安保はね、もう一番大事なんですよ。簡単といえば、国防とか安全保障ということは、すべての国民の方が
経済もなんか確保できますし、生活のゆとりもできますので、だから経済安保はね、すっごく大切なことなんですよ。TSMC のことを見てても、よくなんかそういう経済安保の審議はね、よく理解しました。私は熊本と台湾のニュース発信しますので，皆さんチャンネル登録してね。我现在会跟大家讲有关熊本跟台湾的一些事情哦，记得登录这个我们的小铃铛哦。